さんこんにちは、ゆうです。いよいよ九州旅も最後、そして日本を楽しむ旅っていうこのシリーズもラストの回になります。皆さんここまで見てくださってありがとうございます。2022年の1年間バイクで日本を旅したいという、でも日本一周っていうことは大げさなことはできなかったので、分割で行きたいなと思えるところをピックアップしていきました。2022年はコロナ禍と言っていいんでしょうかね。マスクをしなきゃいけないという状況が多かった時期なんですけども、もしこのタイミングを逃したら次いつ行けるかなと思ったので、もう今しかないと思って旅に出ました。まず最初に訪れたところがしまなみ海道。ここは行ったことがなかったんですね。だから絶対行きたかったっていう気持ちもあってトップバッターになってます。その次が四国。四国は本当に好きですね。行ったことあるからこそもう一回行きたいという気持ちでチョイスしました。そして次が北海道。北海道はもうバイクといえばという場所ですよね。ここは外せないなと思って8月の灼熱の暑さから逃れるかのように行ってきました。そして念願の九州です。でも実はこの時期九州では大雨の被害が甚大でして、私の旅の期間も漏れなく雨予報だったんですが、奇跡的に晴れてくれたんです。よかった。日頃の行いがいいのかな。そんな奇跡があったりして今回の旅は始まりました。今この旅の思い出は深く振り返らず、今度またオフショットも混ぜながら完全版も作りたいと思ってます。それもいつになることやらって感じですが、気長にお待ちください。今から行く場所は大分県は湯布院。早く温泉に浸かりたいと思っている頃ですね。なんだかワクワクしてますね。はい。ついつい九州まで来たんだからといろんなところを回りたくなる気持ちはあるんですけども、最終日はもうゆっくりと街ぶらなんかもしちゃったりしてしっぽりと終わりたいと思います。本日のお宿は日の春旅館さんというところ。もう結論から言ってめちゃくちゃ最高なところだったので、ぜひ皆さんにもおすすめしたいと思います。先ほど人がにぎわっていた湯の坪街道という通りからすぐなんですね。評価も良いですね。そして観光地とは思えないほどこんな静かな雰囲気で、日本らしく和のテイストで素朴なんですが、どこか温かみを感じて大正ロマン漂うレトロな雰囲気に癒されました。建物自体古そうなんですが、お部屋もお庭もとても手入れが行き届いていて気持ちよく過ごすことができました。さて温泉です。湯布院は全国2番目の総湧出量、ちょっと噛みそうになりますが、お風呂が複数あるんですが砂利が敷き詰められていて、誰にも迷惑かけずに大の字で横になりながら伸びきって使ってました部屋数少ないので全て貸し切り風呂になります。ものすごく気持ちよかったので3回は入れましたね。またぜひ来たいと思います。いよいよ九州最後の晩酌です。大好きな和食とお酒を堪能します。すいません。お疲れ様でした。美味しそうだね。土瓶蒸しです。甘味ですね。甘のペーストで作ってます。もう手元がおぼつかないよ。原価目大分の大吟醸だって。地酒がいいよね。美味しそう。食べなければおかわりございます。で下には青唐がございます。はい。で隣にはしば漬けおろし。美味しそう。今宵はいどうぞ。どうも。
翌朝、宿の近くに何やら素敵なミュージアムがあったので来てみました。どうやら建築家の隈研吾さんが監修された建物で、やっぱりなというか引き寄せられるように私は入ってしまいました。昔から建築は好きなんですけど、最近それが本当加速してまして、もう建物探訪が大好き。渡辺篤さんの番組も毎回チェックしてますが、湯布院の歴史と現代のアートを掛け合わせた不思議な空間でした。撮影ができないところも多かったので、よかったら皆さんぜひ行かれてみてください。街ぶらしましょう。食べ歩き好きなので、お店が並んでいるとワクワクします。美味しそうなスイーツを発見。焼きたてどら焼きのそうまさん。この後これ食べました。はい、ありがとうございます。大きいジャンボしいたけです。しいたけを食べるなんて思わなかったけど、匂いにつられて、ぶんな熱っ。日本の伝統文化的なお店もたくさん軒を連ねてますので、外国の方にも楽しんでいってもらえるんじゃないかなと思いました。ちょっとだけ色づいてきてます。若干やっぱ11月初め上旬とかすごいって宿の人言ってました。湯布院の秋はすごいらしいです。ございます。九州の自動車博物館、ここにもあったかって感じです。バイクも車もありそうですね。早速中入ってみましょうか。レトロ自販機発見。全部コカ・コーラいきます。ここわ、すごい。結構冷えてる。こう？お、やったー。嬉しい。瓶で飲むコーラは美味しいね。ジェームス・ボンドが乗ってた敵からの銃弾が当たっちゃわないか心配だった。ジャガーマーク2、そして奥にはかっこいい CB72 が、ヤマハ
ET1 めちゃくちゃ綺麗な状態で残ってます。ポスターもレトロです。すごい。カフェリエサー、スカイラインコーナーが続きます。ベレット GT117 クーペ、かっこいいですね。ダンディーな、かわいい。何ですか？コンパーノスパイダー。へえ。パブリカ。おー、いい色ですね。両方とも。28馬力。当時の価格が38万9000円だって。ちょっと私今から当時行ってきて買ってきます。あ、びっくりした。人がいました。これは黒金。三輪車だね。元祖目黒、ね、博物館行けば結構置いてあるけど、街中ではそうそう見ることはできませんね。郵便って書いてあるラビットが隣にあります。かわいいですね。外には三輪車がたくさん止まってました。ここら辺かわいいです。スバル360初期型。父さん爆誕の年ぐらいだな。で、隣ダイハツのミゼット、初代だ。すげえ。トゥクトゥクだね。松田キャロル、かっこいい。この頃の色合いってなんか味わい深いよね。こんなん乗ってたら超目立っちゃうね。レトロやなあ。ジュークボックスだ。すごい。やってみよう。青春の頃の懐かしレコード、ジュークボックス100円で弾けるってことだね。ちょっと待って、どれだろう。これが聞きたい。あ、ちょっと間違えた。リセット。2階はイギリスラバーズっていう感じで、トライアンフ。おー、かっこいい。スミスだ。メーターの中に時計も入ってる。スティーブ・マックイーンだっけ。トライアンフでジャンプしてたよね。トライアンフだってこんな可愛いのあるんだ。AGS だ。ここもビートルズ。ジュークボックスできるの？100円で？あ、中のメカニカルな部分が見えてかっこいいよ。100円あるかな？ 100 円があるかどうかは問題だけど、あるんだな、それが。はい。何聞こう？みんなが知ってそうな曲。1。お、見て見て、下回ってる。かっこいい。何これ、こうなってんだ。探してます。見つけた。おー、ハマった。これにて私なりの日本を楽しむ旅、バイク旅は終了となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。いや、バイクってやっぱいいですね。そして改めてまだまだ自分の知らない世界がたくさんあるなって気づかされましたし、旅に出ようなんて思わなくても普段の環境から一歩外に飛び出してみるっていう習慣は大事だなって
バイクはそれを優しく促してくれる素敵な存在だなと思いました。皆さんもどうかご安全に。